確かに見たことのないエリアだわ。ここがかつて千号が最終試練を務めた時の場所、指針の書の一部。確かに予想外の収穫とは言えるけど、戦闘を全てだと思っていた英傑、全文明で最も強い戦士の一人。もし私たちの間に差が存在するなら、これはそれを見極めるチャンスでもあるわ。遅い、律者。ウォーミングアップにもっと時間が必要なんじゃないかと気を使っただけよ。何せあなたは新しい時代の律者と戦ったことがないのよね。もしかしたらあなたの想像とは全然違うかもしれないわよ。ほう、もっとシンプルに言った方がいいのか。その茶番はいつまで続くんだ。律者、周りは俺のことを狂ってると思ってるかもしれないが、愚かだと考えたやつは誰もいないぞ。お前に何の目的があるのかなど俺は気にしない。今お前がずっと行きたいと思っていた指針の書はここにある。お前は欲しいものを手に入れた。そろそろ代価を支払う時だ。ええ、あなたの欲しいものは知ってる。あなたがこの瞬間を待ってたことも知ってるわ。この怒りの炎は長い間静まったまま長すぎたんだ。それを見たいというのなら背負ってみるといい。お前の最大限の力でな。無駄話はいらない。来い。内だろうが外だろうが会う者は殺すのみ。燃えろ燃えろ燃やし尽くせ。許しを請うがいい律者。許さないがな。律者を相手にしてそれを言うのは少し早いと思うわ。来い、そのもがく姿を俺に見せろ。後悔するわよ。燃えなさい、クリカラ。そう来なくてはな、律者。空からの方向だけだと思ってるの？教えてあげましょう。雷鳴が人を怯えさせる本当の理由を。滅びなさい。おめでとう律者。お前は自身を証明した。殺される価値があるとな。だがこれは戦闘じゃない、狩りだ。さあお前の全力をかけて逃げるがいい。膝もつけ接しるがいい。さっきと全然違う。人為的崩落、それとも他の力。律者相手だと。お前の相手はこの戦号だ。強風に私に服従しなさい。
虫けらのような力で崩壊の代弁者を務めてるのか。もっとだ、来い。俺を滅ぼせ。でなければ俺が全てを壊す様を見ろ。俺に許しをこうがいい。そういう殺意だ。この瞬間に俺に復讐しろ。俺に壊させ、殺させろ。来い、律者。共に炎に身を投じて俺に見せてみろ。誰が先に燃やされるかをな。これは見たことのない力ね。長時間の維持は不可能なはず。逃げろ、逃げるがいい。お前が逃げた先も灰となるだけだ。俺がお前に近づくし、俺がその終点だ。何を笑ってるの？所詮その程度だ。お前を見て俺が初めて殺した律者のことを思い出した。死ぬのがあまりにも早く、思う存分楽しめず絶望する暇もなかった。第4か第5、よく覚えてないが大して重要でもない。だからお前にもう一度チャンスをやろう。遺言を残すといい。つまりこれでやめるつもりはないのね。遅い。ただ手合わせがしたいなら最初から俺のところに来るな。俺には決着が必要だ。そのやり方も一つだけだ。遺言、いつかそれを口にする日が来るわ。けど今じゃない。いいぞ。今日が終わればここもお前と共に消えてなくなる。誰が誰のために準じるのか証明するがいい。戦後、私に教えなさい。誰も生還できない真相を、運命の真の姿を。避けられないなら今よ。その運命を打ち破ったわ。アポニア、姿を現しなさい。どういうこと？どこかで間違いがあったの？私の判断が間違っていたの？いいえ、そうだとしても今のはずじゃない。もし運命に逆らえないのなら、私自身の手で。
これが人が死ぬ瞬間。その通りだよメイ。死を体験することもその運命の一部。そうしなければあなたにはその重さはわかるまい。やがて私たちは同じ気持ちで互いの存在を見届けられるようになる。絶望を経験しなければあなたは変えられないことを信じない。ここまでにしましょう。決められた運命の時間はまだ遠いのだから。今回は自分で服を整えたんだね。アポニア、やっぱり私の判断は間違っていなかった。こういう局面になったらあなたはもう傍観できなくなる。アポニア、またお前か、どけ。ああ、あなたもここにいたんだ。しばらく別の場所に移動してください。メイと二人で話がしたい。ふざけるな。アポニア、お前ももう一度死にたいのか。戦後次はないぞ、律者。しばらく会っていないけど戦後はますますおとなしくなったね。大丈夫、怖がらないで。彼は何度もそういう言葉を口にして、でも彼のいる場所は相変わらず暑い。平気？手を煩わせる必要はないわ。別に熱くはないから。それにこういう温度に慣れることも必要な能力の一つよ。そう、でも体に良くない。やはり会話にふさわしい場所に移動しましょう。目を閉じてもらえる？大丈夫、私がいる限り誰も傷つけたりしないよ。だけどまたなのね。その前に最初は少し気分が悪くなるかもしれない。我慢して、すぐに良くなるから。待って、アポニア。垣根の中で私たちは文明を有し、足を止めた時だけ私たちは未来を目にする。さあ、手を伸ばして戒律をまとったら理解できるはず。ええ、目を開けて。安全な場所に戻ったから。私に何をしたの？怖がらないで。あなたが手にしたのは刻印としての戒律。彼女たちが話していた
戒律とは違う。でも大丈夫。あなたがどんな姿でも私が守る。他の人たちを守るように。戒律とはそういうもの。それを手にする方法は何かを失うこと、特別なことではない。かつてのあなたもそれができていた。私にはそう感じる。もういいわ、アポニア。あなたの予言にもミスが存在することを証明したはずよ。もし私があそこに現れることも運命の一部だとしたら、そんなのへりくつよ。一つ物語を話してもいい？ビルビから聞いた話だけど、これまで私はずっと心に刻んでいる。これはある占星術師の物語。彼女は未来を予知できることで有名になった。ある日、彼女は自身の式を割り出し、それを公表した。でも、その日、何も起こらなかった。自身の名声を守るために、彼女は視野が来る前に功労に登り、己の命を終わらせた。この場合、彼女の予言は当たった。それとも、外れたと思う？そういう論証できない問題に時間を費やしたくないわ。しかし、それこそ我々が忌み嫌う運命。私を信じて。このことに対する経験は他人よりもずっと多い。ある形を通して私は未来のどの瞬間でも細かく見れる。私はあなたの構想を見て自身の訪れを見た。私がしたことは全部運命の意図に導かれるまま動いたに過ぎない。それって、あなたがしたことは自身に動機があるからではなく、起きるべきことだからってこと？理解が早いね、メイ。不幸なことに、私はそういう時間を観察する新たな視点を手に入れた。そして、因果に対する期待を失ってしまった。でも、エリシアの話だと、あなたは家庭を変えられるはずよね。そういった質問をするなんて、あなたはもう私の所見を信じ始めているの？そうは言ってないわ。あくまで一つの仮説を前提とした話をしてるのよ。その強情さ、あの頃の私とそっくり。確かにあなたの言う通りだけど、そんな残酷なこと平気でできるわけがないでしょ。自由が始まる時に必然的に悪念をもたらすように、物事は常にいい方に向かって動くわけではない。かつての私は決められた死を変えようとした。その結果、結末を迎える時に彼らをより苦しませてしまった。少なくとも今はあなたが安らかに死ぬことを知っている。ならばなぜそれを変える必要があるの？そんな言い逃れを私が信じるわけないでしょ。あなたも分かってるはずよね。大丈夫。私が待つことに費やした時間は
すでに長すぎるくらいだから。理念の薄さと無力さを私はよく知っている。ましてや私たちの間にはまだ曖昧な名務が存在している。あなたの初心を最後まで貫いてほしい。だからメイ、ちゃんと準備をして。私はその日が来るのを楽しみにしている。あなたのそういう反応は初めて見たわ。だって想像もしてなかったんだもの。メイが自分であそこから出てくるなんて。1000号からメイを助けるタイミングを今か今かと待ってたのよ。全部知ってたの？メイがあんな表情で出発したんだもの。何があったか知りたくなるわ。メイ、私はあなたの想像以上にメイのことを思ってるのよ。それはどうも。けど本来の計画で。待って、ヘリシア、私が1000号に殺されない確証でもあったの？当然よ。そんなの何度もしたことがあるんだもの。でも厄介だから、そのやり方は今後はしちゃダメよ。1000号はほとんどの場合はとてもおとなしいけど、挑発に対してはまっすぐだから融通が利かないわよ。ええ、わかったわ。過程がどうあれ結果は変わらない。アポニア、あなたは私にそれを証明したの。